年間2400万円盛られていた。入社4年目の俺がそれに気づいた。きっかけは1枚の見積書、その明細を開いた瞬間だった。でもここに至るまで俺は随分遠回りをした。始まりはあの日、一通の値上げ通知だった。俺は自動車部品メーカーの調達部で働いている。入社4年目、そこそこ仕事はできると思ってた。見積もり査定の仕事は相見積もりを取って比較する、最安値を選んで発注する、それが俺の日常だった。ある朝メールを開くと、件名は価格改定のお願い。原材料費が 10% 上がったので値上げをお願いします。いつも通り3社に相見積もりを出した。1週間後、結果が届いた。 A 社プラス 8%、B 社プラス 9%、C 社プラス 7%、全社プラスマイナス 2% 以内、ほとんど差がない。まあ C 社が最安値だしこれでいいか。でもなんで3社とも同じなんだ。その疑問を先輩にぶつけた。全社同じなのは変ですよね。先輩は苦笑いして言った。一式見積もりだからだよ。一式見積もりというのは合計金額だけの見積書だ。中身が見えないから価格の根拠がわからない。長年同じ会社に相見積もりしていた。だから互いの見積もり価格は想像できてしまうのだろう。つまり俺は今まで水増し込みの最安値を選んでいた。先輩は続けた。明細を出してもらえ。材料費、加工費、管理費、それぞれ分けて出す。分けた瞬間に隠れていたものが見えてくる。でも正直怖かった。明細を要求したらサプライヤーに嫌がられるんじゃないか。先輩が切り出し方を教えてくれた。次回以降も同じ基準で議論したいので、材料費と加工費を分けて出していただけますか。値下げ圧力じゃなくフォーマット整備として依頼する。数日後、明細付きの見積書が届いた。ある一社の明細を開いた瞬間、目が止まった。管理比率 28%。 この数字高すぎないか。中小製造業の平均は 20.8%。 その差 7.2 ポイント。次にぶどまり率を見た。 88% と書いてある。ぶどまり率が低ければその分材料費が膨らむ。この 88% は机上の数字じゃないのか。続いて加工時間の欄、ここにも違和感があった。余裕率が20にかかっている。加工時間が大幅に膨らんでいた。次はチャージレート、1時間あたりの生産コストだ。外注に出しているのに自社の単価が載っていた。さらに管理費の中身を聞くと広告宣伝費まで含まれていた。俺たちが負担すべきコストじゃないだろう。最後にスクラップ控除、端材の売却益が引かれていない。端材は売れるのにその収入が見積もりに反映されていなかった。一つの見積書から5つの水増しが出てきた。電卓を叩いた。合計は年間に1400万円。これが何年も見過ごされてきたのか。俺もその一人だった。一式見積もりを追認してきた側だ。でもこれを指摘していいのか。 A 社の担当者とは新卒入社から4年間やってきた仲だ。まだひよっこの俺に丁寧に業界のこと、製品のこと、いろいろ教えてくれた。内訳を指摘したら関係が悪くなるかもしれない。それと取り適法に触れたら会社に迷惑がかかる。帰り道、いつもは寄らないコンビニに寄った。何を買うわけでもなく、ただまっすぐ帰りたくなかった。ふと先輩の言葉を思い出した。根拠を求めるのは対等な協議の前提だ。翌朝、俺は作戦を立て直した。水増しを疑うんじゃない。共通の基準を作るんだ。この明細の根拠を教えてください。基準を揃えたいので内訳を共有いただけますか。相手は身構えなかった。むしろ話しやすそうだった。そして俺は査定プロセスを作った。最初の10分で明細を確認。一式なら明細要求メールを書く。次の20分で材料ロスと加工時間を検証。さらに20分でレートと管理費とスクラップを確認。最後の10分でサプライヤーへの質問を作る。このプロセスが年間に1400万円の削減につながった。一式見積もりを明細にしただけでここまで変わる。あれから1年、俺の仕事は変わった。
明細を読み込むうちに製品や工程の知識がついた。サプライヤーと対等に技術の話ができるようになった。むしろ関係は前より深くなった。明細を検証することは相手を疑うことじゃない。共通の言語を持つことでもっと深い関係が築ける。あの日、明細を要求するメールを書いてよかった。もしあなたの手元に意識見積もりがあるなら、まず明細を要求してその中身を検証してみてください。きっとそこから見える景色が変わります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。